こんばんは、ボスケです。今日はね、久しぶりにあのメーカーのね、望遠鏡とは言ってもね、ほとんどパーツなんですけれど、これをね、開封したいと思います。よろしくお願いします。これはね、コルキットスピカでおなじみのオルビスさんからね、届きました。これがね、オルビスのコルキット10センチのね、反射望遠鏡の主鏡です。ほら見てください。私のね、顔映ってますでしょ。実はね、今回ね、これでね、ちょっとね、大人の遊びをしようかと思って、買いました。オルビスさんのね、主鏡は2種類あるんですけれど、これはね、焦点距離 900mm の方ですね。F は8です。なんでね、10センチのね、望遠鏡なのにね、900mm で F8 かっていうのはね、なかなかね、疑問だったんですけれど、オルビスさん的には10センチっていうね、商品名で出しても、実はね、主鏡の径はね、114ミリあるそうです。あとね、このね、主鏡にはね、おまけがついてきます。そのまけっていうのはね、これなんですよね。これ何だかわかりますかね。結構ね、小さいパーツなんですけれどね、結構ね、慎重に開けましょう。これ割れたらえらいことなので。はい、ご覧ください。これね、斜めの鏡です。要するにね、反射望遠鏡の斜鏡。変な発音ですね。斜鏡ですね。斜めの鏡って書きます。この間ね、レビューしたこの学研のニュートンのね、ここの鏡ですね。ここに入ってるね、ちっちゃな鏡。これはね、10センチになるとこんだけ大きくなります。さて、この鏡ね、なんで買ったかっていうとね、これはね、大人の遊びですね。別にね、意味があって買ったわけではないんですけれど、なんかね、私ぐらいのね、それ以上ぐらいの年齢のね、やっぱり天文ファンっていうのは、昔ね、いろいろね、本を見てたわけなんですよ。その中にね、やっぱりね、ドブソニアンの作り方とかね、いろいろあってね、そういうわけでね、一度自分の望遠鏡をね、作ってみたいなと思うこともあります。ただね、私ね、ドブソニアンね、実はね、いただき物でね、持ってたことがあるんですけれどね、やっぱりね、手作りのものはね、やっぱりちょっと自信がないですね、全く。なのでね、全くね、手作りで作るわけじゃないんですけれど、ちょっと自分なりにこの鏡で遊んでみたいかなと思います。でね、焦点距離はね、なんでこっちのね、長い方をね、選んだかっていうと、光がね、900ミリぐらいのところでね、ピカピカーンってね、集まりますよね。このね、長い望遠鏡って500ミリタイプのものに比べると、非常にね、シャープに見えるっていう特徴があります。というのもね、この表面はね、球面でね、研磨してるんですけれど、この球面っていうのは実はね、球面集差っていうのをね、招いて、真ん中から反射する光と端っこから反射する光っていうのがね、ちょっとずれてね、焦点合っちゃうんですね。ただね、そのずれ度合いっていうのが、焦点距離 500mm のね、鏡より、焦点距離ね、900mm のね、鏡の方がね、本当わずかになるんです。でね、そのわずかな差っていうのは、実はね、表面を研磨している時の研磨誤差とね、さほど変わらないので、球面にするデメリットっていうのがね、少ないんですね。F8 程度の鏡っていうのは。なので簡単な話で、この鏡を使ったら、くっきりはっきり見えると。そういうことです。なので、この鏡を選んでみました。今のところね、筒はね、実はね、ないんですけれど、いずれにしてもね、光軸をね、合わせないといけないので、中に円を描きたいなと思ってます。光軸の合わせ方についてはね、以前のね、動画をご覧ください。それでは描いていきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,110ずれた4ミリですね。114ミリありました。はい、それではね、主鏡にまず十字線を貼っていきます。十字線といっても糸でね、軽く貼り付けるだけです。はい、今ね、適当に3本ね、真ん中になるように糸を張りました。それがね、交点になった場所が中心点です。ここにね、円を描いていきます。さっきのね、糸の交点に軽くね、ちょんとね、印をつけて、これをつけてね、貼ったやつですね。一発勝負なので慎重に描きます。慎重に描いた割には失敗した気がします。いいか。はい、これでね、中心にね、円が描けましたね。これで光軸が合わせられるようになります。多分ね、この中にね、印をつけたらね、見味が悪くなるんじゃないかなって思う人いるかもしれないんですけれど、どのみちね、この中心っていうのはね、斜鏡がかぶさるので、
口論にならないんですよ。ですので別にね書いても問題はありません。はい、教頭もねこれから用意していくわけですが、まずはじめにね舌をどうするのかっていうのをねちょっとね考えてみたんですけれど、いろいろ今までね入手してきました。じゃじゃん。まずこれがねヘラクレスっていうね境内ですね。サイトロンさんでね買いました。実はねここがねベルトになっていてね、ベルトドライブ境内っていうんですけれど、魅力としてはね搭載重量がね7キロあるっていうことで買いました。でね、こういう形の境内はね、前はね T 型境内って言ってね横から見ると T の字をしてたんですけれど、まあこういうタイプはね横から見ると L の字してるので、あんまりね T 型境内っていうかどうかわからないんですが、一応 T 型境内の変形バージョンですね。こっちに教頭が乗せれて、こっちにねバランスウェイトが乗せられます。もちろんねこれはねビクセンのねバランスウェイト棒ですので外すこともできますし、これをつけてねバランスウェイトをつければさらにね水平回転の安定性が増すっていうことなんですけれど、これだけでもね水平ハンドルになりますよね。この水平ハンドルっていうのは、例えばねニュートンの反射望遠鏡って天頂方向を向くとねなんかね回しにくいんですよ。これがあるとね非常にね回しやすくなるので便利です。はい、それとね下、このねピラーのね三脚じゃないですけれどピラー脚ですね、見たことないですよね。まずねピラー脚のメリットっていうのは、望遠鏡がねズドーンと来ても三脚に当たることがない一本の棒ですのでね、あとね丈夫っていうことでしょうかね。実はねこれね望遠鏡ショップで売ってないです。私のオリジナルです。スピーカーオーディオメーカーのねタオックっていうところからねちょっとねレビュー用にね1本いただいたんですよ。でこのねピラーの中にね実はね振動に強いね中鉄粉が入ってるんですよ。ですので中鉄粉が入っているので微振動があってもすぐにね吸収するっていうね、そういったメリットを私はねちょっと目つけてるんですけれど、そうね中鉄粉のねメリットをね天体観測でもね使えないかっていうのがねちょっと自分のね今の研究課題です。ただ本当にねこれね非常にね丈夫ですよ。結構重いですしね、これがあればねすごいね大きさは小さいんですけれどね揺れることはまずないと思います。それでねこの高さもね結構ねいい位置にありますので、ここにねニュートンの反射をね置いてね座りながらね観察することがね非常に楽になりますので、まあこれを使う時はね座って観察しようと、まあ楽々にね観察しようっていうのがね目論見です。まあうちのチャンネルねあんまりマニアックなことはしないですが、たまにはねこういう動画もいいかなと思ってね作成してみました。今度はね教頭を作ってみるバージョンも動画にしたいと思いますが、まあすぐにはね作りませんのでねしばらく待っていてください。ということでご視聴ありがとうございました。